はい、皆さんこんにちは。足回りカスタム編、シャフト、ホイール、そして第3弾はタイヤですね。タイヤめちゃくちゃ重要なんですよ。BMAX レギだと基本ポン付けレギなんですが、タイヤの面取りは OK ということなんで、今回は面取りの仕方をご紹介していきたいと思います。このタイヤ、ランナーから切り外すとこんな感じで跡が残ったり、真ん中に段差があったり、あとね、面もね、こんな感じでよく見るといびつなんですよね。この状態でマシンに搭載して走らせると、極端な話、こうやってね、跳ねて走ってしまいます。そうすると、モーターからのパワーがちょっとね、浮き気味の時ってロスしてしまうじゃないですか。パワーロスにもつながりますし、こうやって走っていると、ジャンプセクションなんかに行った時、挙動がね、安定しなくなります。そういったことを防ぐために、タイヤの面取り、僕はね、しといた方がいいと思います。それで、このタイヤの面取りぐらいに関しては、そんなにね、特殊な工具、リューターとかも必要なくてできますので、まだミニ四駆を始めたばっかりの方、ビギナーさん、ぜひね、やっていただければなと思います。それでは実際にやっていくんですけど、前々回ご紹介した曲がりの少ないシャフト、そしてホイール貫通をしたホイール、これも左右にね、あんまブレなかったやつを使っていきます。まずは両面テープでしっかりホイールとタイヤを接着していきます。この状態でやるとね、どうしてもね、簡単に外れてしまうので、その分やっぱり歪みやすくなってきますので、しっかり固定をしてタイヤが取れない状態にしていきます。使うのはね、僕はね、この強力タイプのナイスタック、これを使っていきます。これでね、僕は取れたことはほぼないですね。しっかり接着の方ができるので、結構ね、おすすめです。接着に関してはね、いろんな方法があるので、ご自身に合った方法でいいと思います。こういった両面テープを使うパターンだったり、接着剤かなんかでね、固定してしまうっていうのもありかなと思います。なるべく、ホイールのこの段差があるリブの部分ですね。これに沿わせて両面テープを貼っていきます。ホイール自体も少しね、こう、外側に向かってね、すぼんでいるので、ちょっと貼りづらいんですけど、この辺はうまい具合ね、やっていただければなと思います。こんな感じで貼って、余分な部分をカットして、ちょっとね、両面テープの方が幅が大きいので、この幅が出てる部分をカットしていきます。はい、こんな感じですね。で、しっかりね、両面テープがホイールと接着するようにこうなじませてタイヤを取り付けていきます。ここでね、一つ注意点がありまして、ホイール自体が外側にすぼんでいるということだったり、タイヤがゴムでできているので、こうやって取り付けるとゴムの性質上戻ろうとするんですよね。取り付けた時はリブとタイヤに隙間がなかったんだけれども、しばらくするとここに隙間ができてしまうっていうのは多分ね、そういったことだと思うんですよ。なので僕は反対側から入れます。リブ側からタイヤをこんな感じですね、入れて接着します。そうすると今こっち側から入れたので、ゴムがこっち側に戻ろうとしてぴったりね、くっつきます。この方法だと僕はね、ここに隙間がね、後からできたっていうことがないので、試しにやっていただけたらなと思います。ただ、リブから入れるんで、タイヤがね、硬いタイヤ、マルンタイヤとかはすっげえ入れづらいんですよ。スーパーハードまではね、割かしね、行くんですけど、マルーンはね、すごい入れづらいんで、そこはね、もう頑張って入れていただければなと思います。で、こんな感じで接着の方が終わりました。これもね、しっかり押さえつけて、なじましていただければなと思います。次は、普通にね、シャフトを取り付けて、こういったいわゆるね、ワークマシンと呼ばれるものですね。これはね、たまたま近くにアイアンビークがあったので、それを持ってきました。これに取り付けて、
なるべくね、モーターはね、ハイパーダッシュとかトルクがあるモーター、そしてギア比も超速ギアとかじゃなくて5対1とかトルク寄りのギア比に変更しといた方がやりやすくはなります。今はね、とりあえずね、ノーマルモーターでギア比もね、3.5 対1の超速ギアだと思うんですよね。そんな感じですが、その辺はね、交換した方がやりやすいと思います。で、電池を入れて、僕はね、100均のダイヤモンドヤスリ、これを使って、回して、こんな感じでね、なるべくまっすぐ、ヤスリを当てて削っていきます。結構ね、タイヤのカスがね、飛ぶんで、気になる方はね、使わないマシンのシャーシとか使っていただければなと思います。これでもうすでに少し削れているのが分かりますかね。こんな感じで、この削れがだいたい全体に出るぐらいまで削っていきます。本当はね、ノギスがあればこうやってね測って、今ね 26.12 ミリなんで1213ミリぐらいなんで、26ミリぐらいですよね。タイヤ系変えないぐらいってなると、測って4輪揃えていくのがいいと思います。ノギスないっていう方はね、これがね、一番簡単な方法になります。それで削る時のコツは、このタイヤの面とヤスリをなるべく平行にして、少し削れてるかなぐらいで削っていきます。これをグッとね、押し込んで削ってしまうと、タイヤがいびつに削れていきますので、早く削りたいという気持ちを抑えて、ちょっと削れてるかなぐらいまで当てて、抵抗がなくなったなと思ったら、少しまた同じように、ちょっと削れてるかなぐらいまで当てて削っていただければなと思います。これがワークマシンを使ったタイヤの面出しになります。ちなみにね、ワークマシンでね、ペアタイヤとかも作れるので、一つね、ワークマシン持っておくと、ビギナーさんはね、カスタムの幅が広がると思います。そして、リューターを持っている方は、リューターで削るのが楽かなと思います。こんな感じで、僕はね、このアルティマ AT を使っているんですけど、止めて、回すとね、こんな感じですね。で、先ほどのダイヤモンドヤスリ。で、こんな感じで、なるべくね、ヤスリを手で押さえて、面と平行に当てて削っていきます。こんな感じまでタイヤの面を整えてみました。なんかこの辺ちょっとへっこんでますよね。本当だったらね、ここもしっかり平らになるように削った方がいいんですが、あんまりね削りすぎると今度 BMAX レギに引っかかってしまうので、この辺のさじ加減ちょっと難しいんですが、タイヤ系ね 26mm なんでね、26mm を超えないぐらいだったら問題ないのかなと思います。まだちょっと削れそうですね。今 26.06 なんで。はい、面出しの方が終わりました。まだ削れているところと削れてないところあるんですが、これ以上やるとタイヤ系かなり変わりそうだったので、ここでね、一旦やめたいと思います。それで時間短縮でね、ちょっとリューターの方でやらさせていただいたんですけれども、ワークマシンでもね、時間はかかりますが、同じようにできます。で、この後は、やっぱりね、ヤスリでね、削っただけだと、面が粗いので、こういったメラニンスポンジで面を整えていきます。メラニンスポンジで表面を整えるとこんな感じになります。まだねちょっとザラザラしているんですけど、だいぶね綺麗になりました。で、あとはこういったねガリウムクリーナーとかユニクリーナーとか、タイヤをね綺麗にしたりするクリーナー使っている人ね結構多くて、初心者の方だとねちょっと見たことないっていう人も多いと思うんですが、メラニンスポンジにつけて
さらに表面をきれいにしていくとこんな感じになります。もうこれでね、かなり綺麗になりますね。ちょっとね、削れているところと削れてないところの色の差がすごいですけど、こんな感じで面を整えていきます。はい、こんな感じで設置しているところを確認してみると、こんな感じですね。ちょうど削れているところはしっかり設置しているんですが、削れていない外側はやっぱり当たってないですね。本来だったら外側までしっかり削ってピタッとね、設置するようなタイヤにしていただければなと思います。ちなみにこのアイアンビーク、タイヤの方がノーマルタイヤがついているんですけれども、何も加工していない状態でどういう風に設置しているか見てみると、こんな感じですね。タイヤの内側が当たって、ここはランナーの切った後に当たって、またこんな感じ。これもちょっと見ていただけば分かる通り、こんな感じで、これ分かりやすいですね。当たっているところが、すごい当たっているところが変わるじゃないですか。先ほど面出ししたタイヤはこんな感じで、動かしてもそこまで大きくいろんなところにね、飛び飛びで当たるっていうことはないので問題ないかなと思います。ということで今回は足回りカスタム編第3弾ということで、タイヤの面出しをご紹介させていただきました。結構ね、確認の仕方がね、難しいんですけれども、僕はね、実際にタイヤ回してみて、指をね、軽く当てて、弾かれてしまうんだったら、まだ深淵が出てないという感じですね。これが深淵が出ていると、結構ね、指にね、吸い付いてくるような感じなんですよ。この辺はね、本当に申し訳ないと思うんですが、感覚なんで、なんともね、説明しがたい部分なんですよ。ただ先ほどこのクリアのセッティングボードにおいて、実際に接地面こうやって見るっていうのが思ったより分かりやすかったので、これでもいいのかなと思うんですよね。今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。この VZ シャーシのタイヤはテーパータイヤに変えたんですよね。こういったいわゆる面タイヤじゃなくて、少し外側に向かって斜めになっているのがわかると思うんですけれども、このテーパータイヤのハードですね、こちらに交換しました。なんでかというと、テーパーになっているのでタイヤの設置するところが少ないんですよ。ということはね、段付きタイヤみたいな感じになるので速くなんじゃないのかなというのがね、一つ理由です。残念ながらね、スーパーハードとかマルーンタイヤっていうのはこのテーパータイヤ出ていないので、このハードタイヤかノーマルタイヤになってしまうんですが、 VZ シャーシ自体が軽いマシンなんでハードタイヤでもいいかなっていうところというのもありますし、どういう走りをするのか見てみたいっていうので今回こちらのタイヤを使ってみました。あとはね、このパステルブルーのホイールってなったらタイヤはね、白が爽やかだよねっていう感じですね。それでは最後まで見ていただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もしていただけたらありがたいなと思います。